はい、今日はですね、この状況下で絶対にやってはいけないことっていう、テーマでお話をしたいと思います。この状況下っていうのはどういうことかというと、ずっとマーケットの話をしてますけれども、今在庫が少ないですね。中古物件、流通物件に関しては。新築物件に関しても、もともと供給量が少なかったに加えて、このコロナでですね、さらに今供給が抑えられている状況です。で、価格が上がってますよね。在庫が少なくて、需給が引き締まった状態で、中古であれば制約単価、新築であれば分譲単価というものが上がっていってます。この具体的な数字というのはもう毎月お話をしている通りです。この物件が少ない、価格が高い、この市況下でですね、絶対にやってはいけないことということなんですけども、在庫がない、めぼしい物件が見当たらない、あってもものすごく高いということです。で、ただ、その状況にあってですね、しばらく待つよっていう人、これはいると思うんですけども、そういう人はいいですよね。待てばいいだけの話ですから、しばらく、状況がですね、在庫が増える、新築分譲マンションがもう少し出てくる、価格が下がる、こういう時をですね、待つわけですよね。ところが、待てない人もいますよね。待てない、待ちたくない、もう今とにかく買いたいんだっていう人もいらっしゃると思います。相場が高い、いやもう構わないんだと、高くてもいい、とにかく今欲しいんだっていう人ももちろんいると思うんですよね。なので、おそらくこの動画はそういう人向けになると思うんですけども、そういう今欲しい人、ただ絶対にこれだけはやってはいけないですよっていう、話になるかと思います。で、今これだけ物件が少なくてですね、例えば、ポータルサイトで自分の希望条件を入力していって検索をするとですね、ほとんど物件がヒットしないということになると思うんですね。なので、じゃあ次の段階としてどうするかっていうと、条件を緩めていくんですよね。例えば、価格であれば、もう少し上限を上げるとか、立地であれば、駅からの距離を長くするとか、もしくはそのエリアを広げるとかですね。面積であれば少し、狭いものにするとか、いろいろ条件を緩和していって、ヒットする数を増やす。これしかないわけですね、現実的には。その中でやってはいけないこと。これはしょうがないというもの。分けて、見ていくしかないんですけども、一つ、これだけはやってはいけないですよっていう、お話をする前にですね、一つこういう目安を設けるといいんじゃないかなと思います。それは何かというと、今この需給が引き締まって相場が上がっているという状況なんですけども、これがもし状況が変わるとですね、相場が下がる可能性があると思います。それをある程度覚悟して、それはもうマーケットの変化だからしょうがないということで割り切って、今買うという決断、これが前提になってくると思うんですけども、個人的な今の感覚でいくとですね、その買おうとしている価格が2割下がったとしても、要するに相場が2割下がったとして、今自分が買おうとしている物件が2割下がった場合ですね。2割下がったら別に普通に売れるんじゃないかという、この感覚の物件と、いや、冷静に考えたら、2割下がってもこの物件は売れないんじゃないか。この、分け方っていうのが、一つの目安になるんじゃないかなと個人的には思います。じゃあ具体的にですね、その2割下がったとしても売れないんじゃないかっていう、この流動性の低い物件はどういうものかということなんですけども、具体的にですね、6つ7つ例を挙げたいと思います。一つはですね、これは主にマンションに当てはまることだと思いますが、耐震基準を満たしていないものですね。築年数をものすごく、古いものまで含めるとですね、物件の候補っていうのは上がってくると思うんですけども、これはですね、もうよっぽど冷静に判断しないとダメだっていうことですね。
この耐震基準を満たしてないというものに対する見方というのは、これはもう日に日にどんどん高まっていく。これからもますますですね、という認識になった方がいいと思います。なので、数年前の感覚とですね、今とでは違いますし、将来はもっと厳しくなるというふうに見た方がいいと思います。これが一つですね。具体的には1981年より前のものというのは、耐震基準を満たしているかどうかっていうのをよく見てくださいということです。その次はですね、立地条件が極端に悪いものをですね、例えば、都心で駅地下、これが例えば一つ理想的なパターンだと思うんですけども、都心で駅から遠いとか、もしくは郊外でも駅から近いとか、ある程度緩和する分には構わないと思うんですけれども、ものすごく郊外のものすごく駅から離れている、例えばバス便とかですね。そういうものを買うときというのはものすごく注意をして、そこの住んでる人の、数の変化とか、年齢層だとか、商業施設の状態だとかですね、そういうものをもうよっぽどよく見た方がいいと思います。それと、今の2つですね、耐震基準と立地条件という、これは主にマンションをイメージして申し上げたことなんですが、次からはですね、一戸建てをイメージしたものになります。それは何かというと、例えば一つ、道路付けが極端に悪い土地ですね。それと、地形が極端に悪い土地。この、二つ。さらにはですね、借地ですね。この道路付け、地形、借地。この三つの中で、二つ重なっているというものもよっぽど注意した方がいいですね。どれか一つであれば、まだ、いいかもしれませんけれども、二つ以上、今の三つの道路付け、地形、借地が絡まってくるとですね、これはもうよほど注意して、選んだ方がいいということです。それとですね、これは、マンションと土地、両方に関わってくることなんですけども、やっぱり極端に日当たりが悪い物件というのも、これもよくよく注意した方がいいと思います。それと最後に、この水害ハザードですね。水害ハザードっていうのはそれがかかっているから流動性が低くなるということよりもですね、先ほども少し土地のところで申し上げましたけども、2つ以上の条件にさらにの中でですね、水害ハザードというものがかかっているというものは注意した方がいいんじゃないかなということです。耐震基準を満たしているかどうか、立地条件、特にこの都心駅地下というこのいくつかの項目の中で一つであればまだいいんですけれども、いくつもですね、緩和してしまう。これも要注意だということです。それと土地であれば、道路付け、地形、それと借地ですね。そして、マンション一戸建て両方に関わるものとして、日当たりが極端に悪いものと、水害ハザード。この7つのキーワードを意識してですね、2割以上下がっても売れないんじゃないか。こういう冷静な見方ができる物件と、いやいや、2割下がったら、例えば、数年前の相場と、ほとんど変わってないから売れるんじゃないかという、この見方をですね、一つの参考にしていただくといいんじゃないかなというふうに思います。ということで今日は、この市況下で絶対にやってはいけないことというテーマでお話をさせていただきました。今日の動画は以上です。